皆さん、こんにちは。優しい日本語ポッドキャストへようこそ。私はナビゲーターのアキです。今日も皆さんと一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。今日のテーマは、私の小さな失敗の話です。そう、他の誰かの話ではありません。この私、アキが最近経験した、ちょっと困った話です。でも、そのおかげで、大切なことに気づくことができたかもしれません。皆さんも何かを忘れて困ったことがありますか？では、私の話、聞いてもらえますか？あれは、先週の火曜日の午後でした。その日はとても天気が良くて、空には雲が一つもありませんでした。窓から入ってくる日差しが暖かくて、とても気持ちがいい日でした。私は、新しい作品のために台本を書かなければなりませんでした。いつもは家で仕事をしますが、その日は気分を変えたくて、外で仕事をしようと思いました。最近、インターネットで新しくて、おしゃれなカフェを見つけたので、よし、今日そこへ行ってみよう、と決めたんです。出かける前に準備をしました。まず、大切なパソコンをカバンに入れました。それから、アイデアを書くためのノートとペンも入れました。財布も持ちました。そして最後に、家の鍵をポケットに入れたつもりでした。ええ、その時は確かに入れたと思っていました。家からそのカフェまでは歩いて15分ぐらいです。天気が良かったので、バスに乗らないで歩くことにしました。道を歩いていると、綺麗な花が咲いていたり、子供たちの元気な声が聞こえたりして、とてもいい散歩になりました。カフェに着くと、思ったよりずっと素敵な場所でした。木で作られたテーブルと椅子があって、静かなジャズが流れていました。そして、コーヒーのとてもいい匂いがしました。私は窓の近くの席に座って、カプチーノとチーズケーキを注文しました。いつも飲むコーヒーより少し高かったですが、その価値はありました。ケーキは甘すぎなくて、カプチーノの泡はふわふわで、本当に美味しかったです。さあ、仕事を始めよう。私はパソコンを開いて、台本を書き始めました。カフェの雰囲気はとても良くて、集中することができました。いつもより、いいアイデアがたくさん出てきたと思います。時間はあっという間に過ぎました。時計を見ると、もう午後5時でした。外は少し暗くなってきていました。もうこんな時間か。そろそろ帰らなければ。私は荷物をまとめて、お会計をして、カフェを出ました。とても満足した気持ちでした。気分よく家に向かって歩きました。今日の仕事はうまくいったし、明日は何をしようかな、と考えながら、そして、アパートの前に着きました。カバンから鍵を出そうとして、ポケットに手を入れました。あれ？ありません。鍵がありません。おかしいな。私はカバンの中も全部探しました。パソコン、ノート、財布。でも、一番大切な鍵だけが見つかりません。その瞬間、頭が真っ白になりました。心臓がドキドキと早く打ち始めました。どうしよう。鍵がなかったら家に入ることができない。私は必死に考えました。どこで鍵をなくしたんだろう。家を出るとき、確かに持ったはずだ。道を歩いているとき、いや、落としたら音がするはずです。もしかして、あのカフェに忘れたのかもしれない。その可能性が一番高いと思いました。カフェでカバンからパソコンやノートを出したとき、一緒に鍵も出てしまって、そのまま席に置いてきてしまったのかもしれません。私はすぐに、スマートフォンでカフェの閉店時間を調べました。午後6時。後に10分しかありません。急がなければ。私は来た道を走って戻り始めました。もう散歩を楽しんでいる余裕はありません。ただ、必死でした。夕方の道は
行きとは全然違って見えました。店の明かりがついて、仕事帰りの人たちがたくさん歩いていました。いつもは見ない景色でした。パン屋さんの前を通ると、焼きたてのパンのいい匂いがしました。小さな花屋さんは、もう店を閉める準備をしていました。公園では、お父さんと小さな男の子が、キャッチボールをしていました。走っていたので、息は苦しかったですが、なぜか、私の街がいつもより素敵に見えました。毎日通る道なのに、知らない顔がたくさんありました。ああ、私の街は、こんなに暖かい場所だったんだな。そう感じました。そして、息を切らしながら、やっとカフェの前に着きました。ドアにクローズの札がかかっていなくて、まだ開いていました。本当に良かったです。私は店に入って、レジにいた店員さんに聞きました。すみません。忘れ物をしたかもしれないんですが、家の鍵を見ませんでしたか？すると、優しい笑顔の店員さんは、ああ、これですか、と言って、カウンターの後ろから私の鍵を出してくれました。見覚えのある小さな猫のキーホルダーがついた私の鍵でした。ああ、そうです。これです。ありがとうございます。私は心から安心しました。本当に涙が出そうでした。何回も何回もありがとうございます、と言いました。店員さんは、お気をつけてお帰りくださいね、と最後まで親切でした。帰り道はもう走りませんでした。ゆっくり歩きながら、さっき見た街の景色を思い出していました。鍵をなくしたのは本当に大変な失敗でした。でも、もし失敗しなかったら、私はカフェの店員さんの優しさに気づくこともなかったし、夕方の街の美しい景色を見ることもなかったでしょう。失敗は怖いことです。でも、時には新しい発見や人の温かさに触れるための大切なきっかけになるのかもしれないと思いました。皆さん、私の話どうでしたか？ちょっと恥ずかしいですが、本当にあった話です。この経験のおかげで、私は自分の街とそこに住む人々が前よりもっと好きになりました。皆さんの忘れ物や小さな失敗の話も、もしよかったらいつか教えてくださいね。それでは、今日はここまでです。優しい日本語、ポッドキャスト、ナビゲーターのあきでした。また次回お会いしましょう。さようなら。